皆さんハロー、マサトです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしてまいります。今回紹介するのは冬のカナディアンロッキーおすすめ観光スポットベスト10です。今10月に入りまして、後ろの木も紅葉し始めています。秋真っ只中という感じなんですが、もうあと1ヶ月もすると冬に突入していきます。今回の動画ではカナディアンロッキー観光の中心、ここバンフから行くことができるおすすめの観光スポットを10個紹介していきたいと思っています。今回の動画はいくつかのパートに分けて紹介していこうと思います。まずは冬のカナディアンロッキーの気候について、でその次に服装について、でその次がおすすめ観光スポットベスト10で、その後に注意点、旅行する時の注意点を紹介して、最後にカナディアンロッキー冬のカナディアンロッキー観光のまとめという形で紹介していこうと思います。で特に最後に紹介するロッキー観光冬のカナディアンロッキー観光の注意点は本当に大事なので、ぜひこの動画最後まで見ていってください。話題に入る前にまず一つだけ言わせてください。冬のカナディアンロッキー景色めちゃくちゃ綺麗です。本当にって思うかもしれませんが、実は冬のカナディアンロッキーっていうのは夏のように山火事の心配がありません。煙で景色が霞むということが、ほぼないので、めちゃくちゃクリアな、しかも雪をちょっとかぶった雪をかぶったカナディアンロッキーを超クリアな景色の中で楽しむことができるんです。さあそれではこれからこの冬のカナディアンロッキーの楽しみ方も含めて紹介していきます。さあでは1つ目の話題なんですが、まずはカナディアンロッキーの冬の気候、どれぐらいどういう感じの気候なのかということを紹介していきます。カナディアンロッキーの冬というのはだいたい11月の下旬ぐらいから4月いっぱいまでです。で冬のシーズンというのは雪がかぶっているシーズンのことを指します。で12月から2月が一番気温が低くて、最高気温でもマイナス、最低気温ではマイナス40度にもなることがあるようなエリアになります。で全体的なイメージとしては日本の真冬からマイナス15度前後だと思っていてください。でこのカナディアンロッキーエリアの湖が凍り始めるのは、湖の標高によって多少差はあるんですが、大きくざっくり言うとだいたい12月ぐらいから湖は凍り始めます。でだいたい4月ぐらいまで凍った状態が続くという場所です。でカナディアンロッキーはもともと降水量が非常に少ないエリアです。例えば日本の日本海側なんかは冬の間ずっと雲が出ていたり、なんとなくドヨーンとしていたりとか、すると思いますし、カナダの西側バンクーバーなんかは降水量が比較的多い場所です。日本のように冬でも結構雨だったり雪が降るエリアなんですが、カナディアンロッキーのあるアルバータ州というのは降水量が非常に少ないです。なので雪がすごくいっぱい降ることもあんまりないですし、冬の間も今日みたいな快晴の日が結構多いんですよ。なので観光するにはかなり冬もおすすめのシーズンとなります。さあでは2つ目の話題、冬のカナディアンロッキー観光する時の服装だとか、あと持ち物について紹介していきます。先ほど最低気温がマイナス30度40度になるっていうふうに私言いました。これを聞くと寒すぎじゃないって思うかもしれませんが、感覚的には数字ほど寒く感じないんですよ。マイナス20度台、さすがに30度以下になると寒いんですが、マイナス20度台ぐらいであれば日本の真冬の服装、ダウンジャケットとかあります。その下に、さらにフリースを着たり、さらに薄いダウンジャケットを着るだけで意外と観光だけならどうにかなっちゃう場所です。数字ほど寒く感じないというのがまず一つ特徴ですね。であとはズボンです。例えばジーパンデニム履いてきたりとかあると思いますが、さすがに1枚内側にタイツなんかは履けるように準備をしておきましょう。で靴はランニングシューズみたいにメッシュ素材で極端に通気性がいいような靴じゃなければ、普通のスニーカーで着てもなんとかなります。であとは服の隙間、例えば手とか、首周り、
そういうのを保護する、手袋だったりネックウォーマー、あと、これなんていうんですかね、イヤーカフ、耳当て、なんかも、あると便利ですし、結構冬の観光で重要なのがニット帽です。これ絶対持ってきてください。でニット帽あると当然耳まで覆えるんで、あったかいっていうのもありますが、こけるんですよ。冬って下ツルツルなので、こけた時に頭を保護してくれる役割もあるので、必ずニット帽、これは命を守るっていう面でも、旅行中怪我したい方誰もいないと思うんで、ニット帽は必ず持ってくるようにしてください。であと細かいところで言いますと、サングラス、非常に照り返し、雪の照り返しがあったりするので、サングラスと、日焼け止めなんかも忘れないようにしましょう。で意外とあったら便利なのが保温できる水筒です。冬寒いですよね。ペットボトルをそのままバッグに詰めて持ってきて1時間ぐらい外にいるとペットボトルごと凍ることもあります。であとはカフェでコーヒーをテイクアウトで買ったとしても10分歩いてればもう水の温度冷たくなります。なのでいろんな意味で、保温できた方が、液体はですよ、水は保温できた方がいいので、保温できる、小さめの水筒でいいと思います。これがあると、旅の快適度がかなり上がってくると思います。で最後に意外と大事なのがモバイルバッテリーです。こういうスマートフォンとかを充電できるようなモバイルバッテリー必ず持ってきてください。マイナス10度マイナス20度で外でこうやって写真撮影スマートフォンでいっぱいすると思いますが、すぐにバッテリーが落ちます。さっきまで 90% ぐらいあったのに突然 30% ぐらいになるので、こういうのは、そうですね、それ以上写真が撮れなくなると悲しいので、必ずモバイルバッテリーはいつでも充電できるように持ってきておきましょう。さあそれではお待ちかねのコーナーです。冬のカナディアンロッキーのおすすめ観光スポットベスト10を、順番に紹介していこうと思います。さあまず1つ目はレイクルイーズです。これカナディアンロッキー夏も含めてカナディアンロッキーに来ようと思ってたら確実に出てくるスポットなんですが、ロッキーの中で一番有名な湖です。で12月ぐらいから4月にかけて、凍り始めまして、ある程度氷が厚さが、分厚くなってくるとレイクルイーズの上を歩くこともできます。で、1月ぐらいになってくると凍った湖の上に氷のアート像なんかが、展示されたりですとか、アイスホッケーとかスケートをしている人もいます。でさらに、その凍った湖の上歩くことができるので、歩いてどうでしょうね、30分ぐらい、30分もかかんないですね、20分ちょっとぐらい歩くと凍った滝を間近に見れる、そんなスポットまでアクセス冬の間だけすることができる場所です。非常に有名なのでレイクルイーズは絶対に行くように、しておきましょう。で湖畔にはフェアモントシャトーレイクルイースという、高級ホテルが建っていまして、簡単なカフェも入っていたり、時間に余裕のある方はアフタヌーンティーなんかも楽しむことができます。私たち夏の間にこのシャトーレイクルイーズでアフタヌーンティー楽しんだので、その動画も、もし興味がある方は見てみてください。さあでは2つ目の場所なんですが、2つ目はボーレイクです。でボーレイクは、レイクルイーズと比べると、そこまで知名度はないんですが、かなりおすすめの場所です。ちょっと人気はかなり減るんですが、結構大きめの湖で、山も近くまで迫っているような場所です。レイクルイーズは観光地っぽいなという感じがするんですが、このボーレイクは、結構シーンとしていて、本当のカナディアンロッキーの姿を見ることができるスポットです。これ私個人的にもかなりおすすめなので、もし検討されている方は行くスポットの一つとして検討してみてほしいと思います。で3つ目のスポットはペイトーレイクです。よく狐の形をした湖みたいな表現で紹介される、高台のビューポイントから湖を見下ろす場所なんですが、ここは夏だけじゃなくて冬も結構綺麗です。凍り始めるのは12月から5月ぐらい、凍っている期間というのはだいたい12月から5月ぐらいなんですけども、ここも比較的人が少なめなので、ボーレイクに続いておすすめの観光のスポットです。
ただし注意点が1個だけありまして、行く時に坂道をちょっと歩いていかなきゃいけません。下が氷だったり雪だったりするので、行く場合は滑り止めあった方がいいと思います。上り坂登る時はいいんですけど、帰りがめちゃくちゃ怖いので気をつけてください。でもしツアーで行ったりする場合は、ツアー会社が提供したりしていると思います。滑り止めを提供していたりすると思いますので、ツアー利用される方は確認をしてみてください。では4つ目のスポットはモランツカーブです。これはカナダで、一番人気と言ってもいい鉄道スポットです。手前に川があって、氷河の溶け水が流れ、凍ってますね。冬は凍った川と、あとはその奥に針葉樹林の森で、さらにその奥にはロッキーがあって、晴れていればその後ろに青空が見えるという場所です。で運が良ければ手前を鉄道貨物列車が走っている、そんな様子も楽しむことができます。でここの様子はちょっとすごく短い動画ですが、夏に行っているので、私たちも別の動画で上げています。また確認してみてください。ここも人が割と少なめなので、結構ゆったりして、自分だけの時間をゆっくり楽しむことができる場所です。では次のスポットはジョンストンキャニオン、ジョンストン渓谷です。ここ夏も人気の歩く、ウォーキング、ハイキング、トレッキングスポットなんですけども、冬は冬で凍った滝を見に行く、往復で1時間ぐらいですが、凍った滝を目的地としてこの渓谷の中を歩いていくことができる人気のスポットです。でこの滝が凍るのはだいたい12月から4月ぐらいになります。でこちらも個人で行く時には渓谷を歩いていくことになるので、坂があります。滑り止めは必ず持っていくようにしましょう。こちらもツアーで行く時には滑り止め含まれていることがあるので確認してみてください。さあでは6箇所目のおすすめ観光スポットはアブラハムレイクです。アブラハム湖と言われる、スポットになります。バンフからは片道で2時間半以上かかる、ちょっと遠めの場所なんですが、ここなんでおすすめかというと、アイスバブルっていう、現象が見られる場所として非常に有名な場所だからです。湖の底からガスが湧いてきてるんですけども、それが氷に閉じ込められて、まさに文字通りアイスの泡、アイスバブルが氷に閉じ込められた状態を、結構大規模に見ることができるスポットとして、これ結構世界的にも有名な場所です。でそのアイスバブルが見れるのはだいたい12月から4月ぐらい。このアブラハムレイクっていうのは湖自体がかなり大きいので、凍り始めるのにすごいちょっと時間がかかるんですよ、他の湖より。なので結構寒くならないと見れない、スポットです。確実に見たいですっていう方は、凍るのはだいたい12月から4月ぐらいですけど、確実に見たいっていう方はもう1月中か2月中ぐらいを、目安に考えてみてください。さあではここから紹介していくスポットは、今度はバンフの街の比較的近いエリアを紹介していきます。7つ目の、おすすめ観光スポットはノーケービューポイントです。このノーケービューポイントっていうのは、ノーケースキー場っていうバンフから一番近いスキー場に行く、くねくね山登っていく道の途中に綺麗なビューポイントがあるんですが、そこのビューポイントです。でそのビューポイントからはバンフの街を一望できたり、その後ろに広がるロッキーの山をそこから1箇所で全部楽しむことができるおすすめのスポットです。でここはさらにおすすめなのは、そのバンフの街から山道を走って、そのノーケービューポイントまで行くんですが、その区間比較的野生動物が出やすいエリアとして結構地元でも有名です。高台からの美しい景色を楽しみながら、野生動物もついでに探しちゃおうということで、おすすめのスポットの一つです。さあ続いて8個目の観光スポットはバーミリオンレイクスです。でこの湖はバンフから徒歩で行ける湖なんですが、だいたい20分ぐらいでバンフの街中から歩いて行くことができます。で凍っている期間というのは12月から4月ぐらい。ここも他の湖と同じように氷の厚さがそこそこあれば全然上を歩いたりすることもできます。でここの場所は朝日の鑑賞スポットとして非常に有名です。
冬の間はだいたい日の出が8時前後とかになってくるので、それぐらいの時間にホテルを出て歩いていけば、綺麗な朝日と凍った湖、あとはロッキーの山々楽しむことができる絶景スポットです。さあだいぶ終盤になってきましたが、9つ目のおすすめ観光スポットは、バンフアッパーホットスプリングスという場所です。簡単に言うと露天風呂です。温泉の露天風呂がある場所がバンフには1箇所だけあります。日本と違って裸で入るわけではなくて、水着を着て入る温水プールみたいなイメージになりますが、ここ真冬のマイナス10度マイナス20度でも営業しているので、上は頭はすごく寒いけど首から下はあったかいみたいな状態楽しむことできますし、濡れた髪をファサファサとかしていると、凍ったりします。こういう日本ではなかなかできないような楽しみ方を、このバンフのアッパーホットスプリングス露天風呂では、比較的長い期間楽しむことができるので、バンフ、カナディアンロッキー旅行の隙間時間こういった場所を利用してみてもいいかもしれません。さあでは最後の絶景スポットなんですが、バンフの周りにある、歩行者専用の橋です。ちょっと名前が2つあるんでちょっとざっくり言いますが、歩行者専用の橋、川を渡る橋がバンフのダウンタウンのそばに2カ所あります。でこの橋が結構おすすめ絶景スポットで、バンフのメインストリートから綺麗に見える高いカスケードマウンテンっていうのがあるんですが、このカスケードマウンテンが非常に綺麗に、見れる場所です。でバンフのメインストリートっていうのは車も走っていますので、あんまり綺麗に撮れないんですが、この橋の上から見る景色というのは、冬のバンフの中では一番綺麗な、少なくとも私は結構おすすめなスポットです。ぜひ行ってみてください。バンフのダウンタウンからは歩いて10分ぐらいでアクセスすることができます。さあそれではこれまで冬のカナディアンロッキーおすすめ観光スポット10カ所紹介してまいりましたが、これらの観光スポットを楽しんでいただくために注意していただきたいことが3つあるので紹介していきます。まず1つはレンタカーはやめた方がいいということです。よくカルガリー空港、空の玄関口のカルガリー空港からレンタカー借りて冬のカナディアンロッキー楽しむという方も多いんですけども、レンタカーはオールシーズンタイヤというものを履いていることが多いです。オールシーズンっていうのは当然冬にも対応しているんですが、カナディアンロッキーは結構低温になることが多いです。冬の環境としてはかなり厳しい条件になるので、オールシーズンタイヤでは、対応できない場面も実はあります。住んでいる住民なんかはほとんどの人が雪専用のスノータイヤを履いています。レンタカー仮に借りるとしても、オールシーズンタイヤは避けるようにしましょう。でこれなんでかっていうと、車がロッキーの中電波が通じません。車が止まった場合、仮に雪でスタックしたとかした場合、命に関わる可能性があります。せっかくの旅行が台無しになる可能性があるので、レンタカーはおすすめしません。ではどうするかというと、ぶっちゃけツアーを利用した方がいいと思います。日本語対応しているツアー会社もありますし、当然英語のツアー会社もあります。でツアー車両というのは、当然冬タイヤ履いていますし、万が一動けなくなった時用に、砂利とかスコップとか毛布とか、抜け出せるような装備を車に積んでいます。安心、ちょっとお金は張りますが、冬のロッキー本当に外に取り残されるとシャレにならないので、こういうツアー会社を利用することを強くお勧めします。でこの、YouTube に関連してハローバンフというウェブサイトもあります。そちらの方でも日本語対応しているツアー紹介しているので、もし興味があればそちらの方に行ってウェブサイトチェックしてみてください。で2つ目の注意ポイントは、フライトです。飛行機、これの時間十分注意してください。かなり、冬のコンディションとしてはロッキーエリアは厳しい場所です。カルガリーという大都市の周辺もそうです。豪雪ですね、強い雪やあと低温で飛行機がフライトが遅れるとか着陸が遅れるということが冬は割と起きやすくなります。なので、旅行の行程はゆとりを持って組むようにしましょう。もしくは、飛行機が
遅れてもいいように一応、B プランっていうんですか、サブプランなんかも考えておくようにしましょう。で3つ目の注意ポイントなんですが、これ結構大事なのがホテル選びです。ダウンタウンと言われるバンフの街のレストランとかが集まっている中心地から離れたところのホテルは選ばない方がいいと思います。目安としては徒歩、10分ぐらい、10分以内のホテルを選ぶようにしましょう。夜、例えばツアーが終わって帰ってきてディナーをダウンタウンで食べました。15分先の20分先の徒歩20分先のホテルに歩いていきます。マイナス20度の中をっていうことになっちゃうので、これ結構辛いです。なので、全体、旅行の全体の満足度を高めたいなっていう方は、ホテルはなるべくダウンタウンに近いところを選びましょう。でこのホテル選びも、住んでる私の住民目線からいくつかピックアップしてウェブサイトで紹介していますので、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。さあそれではここまで、冬のカナディアンロッキーおすすめ観光スポットを紹介してきましたが、どうでしたでしょうか。参考になると嬉しいです。でこの冬のカナディアンロッキー魅力を、簡単にまとめると、まず一つ、山火事の煙がないので景色が抜群に綺麗ということです。で2つ目は、あと観光スポットがそんなに混雑してないんですよ。夏に来るとどの観光スポットも大混雑です。冬は、やっぱり観光する方の数自体ちょっと減っちゃうんですけど、それぞれの観光スポットで、結構ゆったりした自分だけの時間を楽しむことができます。で3つ目の大きな魅力は何たってホテルが安いんですよ、冬の間。夏に比べると半額以下、下手したら3分の1ぐらいの料金で、泊まることができます。これ逆に言うと夏が高すぎるんですけど、そうした意味で、実はカナディアンロッキーのイメージしている絶景を楽しみたい、とにかく綺麗な景色、山が見たいという方は、意外と冬もおすすめのシーズンだったりします。安く済む分、比較的気軽に来やすいですし、その分1泊増やしてゆっくりする、そんな楽しみ方もできるので、ぜひこの動画参考にしていただければ嬉しいです。でこのチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから楽しいことや今回紹介したみたいに旅行のためになるような情報を発信していっています。これからもどんどん発信していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の絶景スポットでお会いしましょう。バイバイ。